なんか阪海電車の駅が新しくなってて、ちょっと場所がわかんない。前の駅すごいなんか古い感じだったから、駅だけは写真撮りに行ったことあったんだけど、どこなんだろうこれ。どうも皆さんこんにちは。今日はね、この阪海電車に乗って、まだ降りる駅は決めてないんですけど、フィルム写真を撮っていこうと思います。このカメラね、ミノルタ AFS クォーツっていう、コンパクトフィルムカメラです。で、これがね38ミリだったかな、なんかそこら辺なので、一応比較用に富士フィルム XT3 と、27mm F2.8 の単焦点レンズ、これもね一緒に合わせて撮っていこうかなと思います。じゃあね、ちょっと行ってきます。一応今、住吉大社の鳥居前で降りてみたんだけど、なんかねこの辺ちょっとレトロな感じもありつつ、なんか人通りもあるので、この辺撮っていこうかなと思います。ちょっとこういう明暗があるところも撮ってみます。なんかね、このカメラの、ファインダーの中のここまで映りますよっていう枠があるんですけど、それがね結構ね表示が太いんですよ。なのでちょうどどこからどこまで入るのかっていうのがね微妙に分かりにくいかも。実はこのカメラ1年ぐらい前にもう買ってたんですけど、なんかいろいろ忙しくしてるうちに買ったことを忘れちゃって、途中まで撮ったフィルムね、36枚撮り18枚ぐらいまでかな撮ったやつをそのままこの中に入れっぱなしにしてて、今日はねその残りから撮ってます。で一応もう一つ36枚撮り持ってきてるんだけど、まだねそんなに枚数撮ってないのだから、次行けるかなっていう感じです。次はね、北天下茶屋あたり行こうかなと思ってます。
今ね36枚終わりました。ということで次また入れ替えて続けたいと思います。ちょっとね今日そんなに時間がないから次の36枚全部取り切れるかな。ちょっとスピードアップでやってみようかな。結構巻くの長いねこれ。なんかね考え事してたら一つ前の駅で降りちゃって、ちょっと今からまた北天下茶屋まで歩いてきます。今ね北天下茶屋の付近歩いてるんですけど、なんかこのレトロな雰囲気がいい感じ。ちょっとねお腹空いてきたので休憩しようかな。もうね2時前になってるんですよ。ちょっと休憩します。どっかに移動しよう。今ランチ食べ終わったんですけど、今の時点で21枚ということで、あとね15枚残ってるので、それをちょっとパッと仕上げて現像に出しに行きたいと思います。まだある。ちょっと多分これでラスト1枚取れてるか取れてないか。じゃあ最後は逆光行ってみようか。まだ行く？なんかまだ行くっぽいよ。どうなってんだろう。終わった。
ということで今撮り終わったので、このままねビッグカメラに持っていこうかなと思うんですよ。ビッグカメラって1時間とかでやってくれるのかな。またねちょっと後で現像して、データ化しておきたいと思います。では今回このコンパクトフィルムカメラで取り歩いた感想を話していきます。まず1つ目が、思ってた構図と違うものになってしまいがちっていうところですね。この XT3 だとカメラモニターをチルトできるので、こんな感じでねウエストレベルでモニターを見ながら写真撮れるんですけど、こっちのフィルムカメラを使うと実際にファインダーを覗かないといけないので、微妙な中腰になるんですよ。中腰でファインダーずっと覗いてると体勢がしんどいので、もう、ここでいいやみたいな感じでシャッターを押しちゃって、中途半端な構図になってしまうっていうことが多かったです。あとこのカメラ最短撮影距離が1メートルなんですよ。最短撮影距離1メートルって結構難しくないですか？構図がワンパターンになりがちで、結構ね私は難しかったです。それからシャッターボタンを押す感覚が結構奥までグイッと押す感じなんですよ。もう間違って押しちゃったとかがないので、それはそれで助かるんですけど、ちょうど歩行者がフレームの中に入って今だと思ってシャッターを押してもシャッターを押し切れていなくて、押した頃にはその歩行者がもう通り過ぎてしまってるっていうパターンが結構ありました。そもそもこのカメラ映るんですの代用品みたいな感じで使おうと思って買ったカメラで、2000円ぐらいだったんですよ。動いてるだけでありがたいっていう感じです。で今回富士フィルム XT3 の方はほぼオートで撮りました。使ったフィルムがこっちがねISO が400だったので、こっちも ISO400 っていうのは固定してありました。その他は全部オートで撮った後の編集とかもしてないです。フィルムはポジフィルム使った方が面白いよとかインスタグラムのメッセージでいただくことも結構あるので、ポジフィルム使ってみたいなとは思ってるんですけど、このね2000円のカメラで大丈夫なのかなっていうのがちょっと不安です。それでは今日はここまでです。動画の内容を気に入ってくださった方、ぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかはインスタグラムストーリーズでやっています。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。